やばい、高速道路で止まっちゃいました。セレだよ。あ、かかった。チェックあ、ゴシャか。かかった。わかんないです。でもね、エラーは消えたんだけど。ゆっくり行きますよ。え？ゆっくり行きますよ。あ、そうっすね。それあるんだけど。あ、いいです、大丈夫です。取り方が分かんない。取れない。使わない。じゃあゆっくり行きます。すいません。いえいえ撮影しちゃってて。私先行きます。やべえ。高速道路で。まあウォッシャーのあれは出てるけど。やべえ。やべえ、マジか。ちょっと5、6分経ったら治ったけど、勘弁してくれよ。昨日バッテリー変えたばっかりなんだけどな。なんでエラーになる？エラーがなんで消える？本当によくわかんないもん。ご機嫌が斜めです。やべえ、高速道路の端っこに止めたら初めてです。機嫌が治ってしまった。というわけで、ちょっとしばらくこれでおかしいな。なんか6速入ってるな。なんかね、セレのつなぎがね、一瞬悪くなったんですよ。高速道路に乗る前に、乗るところ ETC のゲートをくぐるときに1速か2速に行かないでって言いながら3速に上がって、いやー恐ろしいね。というわけでちょっと無事に帰れるように乗ってます。いやでもびっくりしましたよ。楽しいよ。やばいっすよ本当に。高速道路でなんか止まったら生まれて初めてですよ。そう、高速が一番嫌だよね。ねえ。いやしかもトンネルは最悪だよね。そう。この先に小仏トンネルがね、ちょっと関所があるんで、それを越えてくれればなんとかって感じなんですけど、参りました。でも3分って言ってたからそんな渋滞しないと思う。あ、そうっすね。3分5キロ。あれじゃないですか、また上り坂だからみんなアクセル踏まないから。そうですよ。いやーでもちょっと1号級の信頼性っていうかやばいっすね。やっぱりセレなんだよね。ああ、そうっすね。1号機ってセレなんだよね。マニュアさんのね、マニュアルじゃないですか。だからもう全然信頼性いいっすよね。
何が起きるか分かんない。センサーがね、だと思うんですけどね。なんかこ治るってことはセンサーですよね。そうですね。やっぱりまだこの159ぐらいの年代だと電子部品はちょっとまだまだって感じですかね。でも昔に比べたらだいぶ一応いいですよ。まあそうですね。おっと渋滞が始まりました。もうあれ行かせるか。よいしょ。渋滞が始まってしまいました。今日なるべく止まんないように。いやでも止まんないようにしていいのかどうなのかよくわかんないですよね。そもそも。そうですよね。今はねめちゃめちゃ調子いいんですよ。あ、そう。アクセルのレスポンスも悪くないし。僕のアクセルワークかな。わかんないよ。セレって人の外しか運転したことない。フィアットの普通のやつ、シングルはい。クラッチのやつ、あれって基本は一緒だから。一緒ですね。ね、だから神経センターの台車でなんとか運転したんだけど、優しくアクセル踏めば、いいですよね。なんか思い切って踏んだりするとガクーンってきてそれがおかしくなる。それはありますね。自分ねあんまりねアクセルワーク、回転数合わせたりとかあんましないっすよね。なんですかね、最近本当になんかダメですね。おかしいんですか？かといってなんかね止まるわけでもそれでもう壊れちゃうわけじゃないんですよね。まあなんか他のね159とかブレラ乗りの人に言わせるとたまになるっていうから、これはもう持病なのかなって気もしないではないですね。でも基本的にはそのスレスピードって機械好きじゃないですか。だから直さえば使えるはずですよね。そうで電子制御してないから。そうなんですよね。まあポンプとかもそろそろかなっていう感じもしますね。ポンプは考えられるね。でもそんなに音が長いわけじゃないしな。ちょっと検査してみますかね。そうやっぱり出した方がいいんじゃないですか。フラミンゴじゃ分かんないの？前回はねフラミンゴ別にだから修理しましたよ。エアインテークのとこのゴムのとこが壊れてて。そうだよね、あそこから穴開いてて。そうなんですよ。だからどうすかね。でもそれ以外はあれなんですよね。エラーも拾ってないとかっていうふうに言われるし。そう。でも今回はギアボックスのチェックランプついたから多分エラーは拾ってるんじゃないかなと思うんですよ。でそれで原因わかるかもしれないですね。もしかしたら微妙っす。じゃあとりあえず一応撮影終わります。なんかドキドキしてきたんではい。